続きですね。なんか登り始めましたね、山の方に。てかさ、もうさっきからずっと思ってたんだけど、この自然がさ整備され尽くしてて、この芝というか雑草みたいな長さとかね、なんかねゴルフ場の中突っ走ってる感じしますね。寄せ見て右ですね。いよいよだ。これまっすぐ行ってもなんか気持ちよさそうな道がありそう。出発するときはビビってましたけど、とりあえずまだ順調ですね。何があるかまだ分かんないですけどね。うふふ、誰もいねえ。おおめっちゃ、おおめっちゃ綺麗やな。なんだ湖、ドンペドロレイク。ああ綺麗。うわーでけえ、すげえ。こいつは買いそうだな。なんだっけ、そうドローンをねやりたいなって思ったんですけど、で一応持ってきてはいるんですよ。ただね、ナショナルパークってドローン禁止なんですよ。ここがもうヨセミテに入ってるのかどうかわかんないですけど、ちょっとねダメだったらなんか重い罰を食らうんで、ちょっとそのリスクは冒せないんで、今はドローンはなしです。まあ明日かな、明日ハイウェイ50乗った時とかにねやってみよう。ああいいね、平和ですね。この後あんなトラブルが待ち受けてるとは思いも。おお、あそこにも橋がある。あ、なんだ鉄道かな。危な。綺麗。なんかあれみたい。インディ・ジョーンズじゃなくてなんだっけ、あの橋、なんだっけ、子供たちで森の中に死体を探しに行くすげえ昔の映画、なんだっけ名前出てこない。デレレンテンデレレンテンデレレンテン、スタンドバイミー。そう、スタンドバイミーだ。スタンドバイミーでなんかああいう橋の上をなんかこうテクテク歩いてたら、鉄道じゃねえ、なんか汽車がバーってやってきて跳ねられそうになるシーンがありましたけど、なんかあの橋にそっくりでしたね。ボボボンボンボボボンボンボボボンボン。おっでかっ、山でかっ。なんか綺麗だな。え危ねえよ。この緩やかなワインディングも気持ちがよろしい。緩やかってほど緩やかでもねえな。すげえな。なんだあれ、スノーボードか。あそこなんかこうバーって山がはげてるんですよ。あれか、だな、水のパイプを多分あそこに昔通してたんでしょうね。下になんかでかい池みたいなのがあったから、多分そうだ。こんだけ登ったらなんかもうちょっと涼しくなってもいいような気がするんだけどな。あっちいな。うわこれはなんだ、すげえめっちゃ綺麗。このヒーローセブン2回目のステルビオですね。すげえ、うおすげえ。どうやってこんなところに道路作ったの。あーすっごい登っていく。2000フィートってどんぐらい。すげえ。 GoPro で見えるかな。あそこにすんげえでけえバスがいますね。バスかな、あれキャンピングカーかな。登ってってるよ。あ、ヨセミテって知らなかったですけど、あれなんですね、かなり上の方にあるんですね、標高の高い。なんか平地にドカーンってあるのかと思ったけど違うんだな。
すごい。本当どうやって作ったのこの道路。なんか山ん中の村っていうのかなに着きましたね。すごい。なんかいよいよヨーロッパ感があるな。かわいいね。テスラが止まってる。大自然とテスラってマジで合わねえな。そろそろお腹が空いてきましたね。お腹が空いてきなんで2回言おうなんで2回言おうとしたの今。お腹空いたんでお昼をね食べたいんですけど、ヨセミテの中になんかヨセミテビレッジっていうのがあって、そこでなんかねお昼とか食べられたり、あとお土産とかいろんな情報とか集められたりとかするみたいなんで、そこまでちょっと我慢しましょうか。っていうかね、先にさっさとねテント噛んじゃった。テントをね立てちゃいたいんですよ。まあまああれ時間食うんで、さっさとテント立てて、でバイク軽くしてからちょっと寄せ見て巡りですね。これすげえ、すげえな、神々しいわ。うわすごっ。でも言えるかな、岩肌がすげえゴツゴツしい。ゴツゴツしいって言葉あんのかな。結構ね燃えた木の跡がありますね。ここら辺も森林火災があったんでしょうね。あれもしかして全部燃えた木？白いやつ。うわあれ燃えたやつだ。うおすさまじい火災だったな。うわこっちもあった。知ってます？森林火災が起きるとその近くの町ってね、昼間空気がね黄色いんですよ。オレンジ色になるんですよね。僕んとこも近くにでかい山があって、で火災が起きるんですよ。去年の夏かな、起きてて、ちょっと待ってギア上がってない。そう去年の夏大きな火災が起きて、そう僕が着いたのがちょうど夏だったんで、昼間外出るとたまにこのね景色がオレンジ色なんですよ。この空気がカリフォルニアってそういうもんなのかなってずっと勘違いしてたんですけど、あれはなんか森林火災によるものでしたね。これ消すの大変だったろうな。だってさ、ここでまず火の規模もすごいですけど、ここまで消防車持ってくるのがまず大変でしょ。なんか地獄みたいですね。恐れていた事態が起きてしまいましたやっぱ渋滞しとる。しかも上り道っていうね。まあ仕方がないか。とりあえずね中に入る頃にもう一回起動しますね。それまではちょっとようやくね着きましたよ、エントランスまで。でね、予約がいるんですよ。一応僕は予約はしたんですけども、これから来ようっていう人は気をつけてくださいね。予約がいて、朝6時から夕方4時までの入場は予約がいります。それ以外の時間は予約なしで入れます。で入るのはバイクの場合は今の時点2022年の時点で30ドルですね。ちなみにキャンプはもう30ドルかかります。なんで入場30ドルキャンプ30ドルって感じです。高いですね。いる入場できました。あいつちょっとトイレそこ止めていい？つかった。アップね。なんだめっちゃじゃりんこ危な。うわっちょっと待って、キャンプ場すぐそこなんですけど、ちょっとトイレ休憩させて。よいしょ。じゃあ行きましょうか。
下に今夜のキャンプ場がありますね。とりあえず、さっきも言いましたけど、テントをぶっ立てて、ほんで、おお、どこも行くなよ。テントをぶっ立てて、んで四つ見てちょっと回りましょうか。このね、荷物がもうえらい重くて、なんか不安だな。なんか飛んでっちゃいそう。これっすね。 Do not enter 後ろです。こっちか。誰かいる？誰もいなくない？ちょっと待って。よいしょ、ギアを入れて OK。 あそこになんか30って書いてある。あったあれだ。めっちゃご近所さんと近いけどいいの？はい、30番ですね。これ何だったの？これクマじゃねえのか。大丈夫かな。ファイヤーキットとピクニックテーブルがあれば大丈夫。 OK、 開始。よし。はい、一通りできましたね。テントセットが完成しました。なんか前よりうまくできた感じしますよね。こなれた感がありますね。で、あっち側にたくさん人がいるんで、向こう側からは見えないような、プライバシー設計ですね。じゃあちょっと水飲んで休憩して回りましょうか。四つ見て楽しみですね。じゃあ準備できたんで行きましょうか。